つるくんです。今回はメタルアースの新作スター・ウォーズのマンダロリアンからマンダロリアンの乗る N1 スターファイターの方ですね、こちらの方のキットが出ましたのでご紹介していきます。メタルアースについては前にミレニアム・ファルコンのメタルアース版のご紹介をした時に、細かく紹介していますので、もしメタルアース自体に興味のある方はそちらの方の動画もご覧になってみてください。こちら N1 スターファイターの方を早速見ていきたいと思います。表紙の方は N1 スターファイターの写真ですね。それからマンダロリアンの絵の方がですね少し載っています。 N1 スターファイターについてはプレミアムシリーズというちょっと凝ったシリーズで今回出ています。裏面の方には難易度が書いてありまして、少し今回ハード寄りのですね難しめのキットという風になっています。では早速開封の方をしていきたいと思います。金属シートの方が上に寄っていないことを確認した上で上を切っていきます。それではオープンいたします。はい、オープン。メタルアースはこういった金属のシートを切って組み立てていくんですが、プレミアムシリーズはだいたい大きめのシートが2枚と、小さめのシートが1枚だったり2枚だったりします。あとプレミアムシリーズは部品に塗装がしてあるのが特徴になってます。マニュアルの方は1枚2枚3枚ですね。マニュアルを広げるとこんな感じですね。部品の番号が書いてある部分と、あとは組み立て方ですね。これが両面に書いてあります。意外とカラーで印刷されていて、とても見やすくなっているんですが、基本的には英語しか表記されていません。ただ英語表記といってもですね、これは注意書きの部分だけですので、組み立ての部分に関しては基本的に文字は書いていないので、この絵を見ながらですね簡単に組み立てていけると思います。今回は細かい組み立て方は省略しますが、気になる方は以前のメタルアースの動画ですね、そういったものを参考にしてください。では早速ですね組み立てていきたいと思います。それでは部品の方を切っていきます。表裏がたまに分からなくなることがあるんですが、基本的にこのザラザラした面ですね、だいたいこういうところが裏側になっています。この部品はドーム型に組み立てていくんですが、こういう端が丸くなっているようなペンの端を使って押し付けるようにしてドーム型に組んでいきます。折り曲げるとこんな感じでドーム状になります。これが後部座席でグローブがよく座ってるとこですね。そこのドーム部分の部品になります。意外とこの N1 スターファイターって曲線が多い機体なんですよね。これは機体の上面のコックピット周りになるんですが、少しこれもですね丸く折り曲げていく必要があるので、最初は少し太めのビンとか使ってですね大まかに丸みをつけてから、少しこういった小型のペンですね、こういったものでさらに丸みをつけていくと、要は少しずつですね丸みをつけていった方が、無難といったところですね。無理やり曲げるとカクカクとしたような曲げ方になってしまうので、この辺は慎重に曲げていきたいところですね。こちらがコックピット部分を組み立てたところになります。クリアパーツが採用できないのがこのメタルアースの欠点でもあるんですが、逆にこういった光沢感はですねメタルアースならではということになっています。では続けて他の部分を組んでいきます。今回のキットはこの丸める作業がですね非常に多いキットになっています。
なかなか手間のかかるキットでは確かにありますね。さすが難易度が高いという感じにはします。こんな感じで少しずつ R をつけていくイメージですね。曲げるときは表と裏をよく確認して曲げる必要があります。特に今回の N1 ファイターは全体がシルバーなんで、ちょっと表と裏の区別がですねつきにくいんで注意しましょう。ある程度曲げたら今度はタブで固定していきます。曲げ終わるとこんな感じで、結構曲がった感じになりますね。それでは続けて組んでいきたいと思います。こちら機体の前の部分のパーツが組み上がりましたので、次はエンジンの方を組んでいきたいと思います。N1 スターファイターのエンジンは後ろに針のようなとんがった部分が出てくるんですが、そこら辺が結構組むのが難しそうですね。では早速組んでいきます。この細さですよ。かなりきついですね。うまく折れるといいんですけどね。なんとか折り曲げてみましたけど、さすがにこれはきつかったですね。なかなか今までの中では非常に難易度の高い部品でしたね。エンジンの内部の部品を組んでみました。今回かなり難易度が高いという風な感じだったんですが、確かに組んでみるとですね、かなり細かいパーツの組み合わせということで結構苦労しました。さらにですね、この上にカバーをかぶせていって、羽をつけてエンジン部分の完成という形になります。ではエンジンの最終組み立てしていきます。ウイングにエンジンをつけていくようなイメージですね。この円筒形の中で作業をしなきゃいけないんで、かなりやりづらい作業です。このエンジンの外装の中にこっちのエンジンのパーツをはめ込んでいきます。こちらエンジンの方を組み立ててみました。やはりこちらのとんがったところが一番組みづらかったですね。あとこの筒の中にもう一個エンジンのパーツが挿入されてるんですが、そこら辺の入れにくさとかですね、かなりややこしい組み方をする部分なんで、組み上げるときはですね、かなり苦労すると思いますね。あと尖ったところが結構多いんで、組むときにですね結構注意した方がいいと思います。でこれが2つですね。左右で1つずつ組む必要があります。では次のパーツの方を組んでいきたいと思います。こちら胴体下側につくエンジンの部分ですね。こちらの方を組んでみました。こちらの方は輪っかをどんどん積み重ねて組んでいくような形になるんですが、このキットって部品を丸めていくパターンが多くて、1,2,3,4,5,6,7,8とかそのぐらいの部品を丸めながらくっつけていくという形になってます。なかなか手強いキットですね。こちら胴体のパーツですね。中央部分とサイドの部分、こちらを組み合わせていきます。微妙な曲線になってて、なかなか
難しいところなんですが、ここら辺はもう爪で曲げていってしまいますね。本体の下の部品って曲線が結構複雑で若干組みにくくはあるんですが、なんとか組めた感じですね。これに後ろ側のパーツをさらにつけていきます。つけてみました。だんだん部品を組んでいくに従って形が少しずつ整っていくという感じですね。ここにさっきの下側のエンジンですね。これを取り付けていきます。機体がかなり曲がるっていうか、曲げないと、機体をかなり曲げないとはまらないようなところになってますね。こんな形で機体の下側の方を組んでみました。あとは上面の方との合体になってくるのかな。では次の部品を組んでいきたいと思います。こちら最後の尻尾の部分の部品を組み立て終わりましたので、最終組み立てをしていきたいと思います。まずはこちらとこちらを組み合わせていきます。まずは上面の部分ですね。ここを組んでから、次はこっちの上面の先の方ですね。これをつけていきます。ちょっと全面曲げすぎましたね。下側をつけることによってまた形状が修正されると思うので、とりあえず上面の方をここまで組んで、次はこっち側のエンジンですね。これをつけていきます。ここの固定をしっかりしないとまた翼がブラブラになっちゃうんで、慎重にいきたいところではあります。これは結構難しいな。このね、タブが表面をこすっちゃって表面がね傷つくんですよ。これは痛い。なんとか固定ができましたね。このウイングの方かなりつけにくかったですが、なんとかつけ終わりました。次は反対側かな。こういう同じことを2回繰り返すのって結構出てくるんですけど、やっぱね、1回目の反省を2回目に活かせるという意味ではある意味楽なんですよ。これで翼が両方固定できました。ぐらつきは多少はありますが、まあじゃないですかね。だいぶ上面ができてきた感じですよね。ここまで組んできたんですが、この尖ってるところの先ですね、少し指を引っ掛けただけで、こんな風に開いてしまいました。作業中に引っ掛けることって結構あるんで、ここら辺は何らかの対策が必要かなと思いまして、要はセロハンテープですね。こういったもので少しこの先を結わえておく方がいいかもしれません。あまりきつく結わえすぎると後で剥がすときに大変なんですけど、ゆるくですね、少しこんな形でテープ巻いておくと、引っ掛けた時でも先っちょが開かなくなると思いますので、これはなるべくならやっておいた方がいいかもしれませんね。特にこのキットはとんがってる部分が多いんで、こんな形で少し保護をしておいた方が泣きを見ずに済むという感じですね。こんな感じですね。あとこの機銃の方なんですが、これをつけた後にこちらの
コックピットをつけるっていう風にマニュアルはなってるんですが、この基準も曲がりやすいんで先にコックピットをつけた方がいいと思います。ここら辺の順番は別に狂ってもですね、全然問題ないんで、そういったその自分なりの安全策っていうのかな、先にこっちをやった方がいいだろうっていうのは考えながら組み立てた方がいいと思います。こちらのキャノピーの方、機体と同じ表現になっていて、正直キャノピーって分かんないですよね。あとこちらのドームの方も本来は透明な部分なんですよ。だからこういったところは少し色を変えておいてもらった方が良かったのかなという気がしますね。では早速キャノピーの方を取り付けていきます。特に1段階2段階3段階って、本体の方分かれてこうつけてますんでね、どうしてもこう歪みが発生してきてるんですね。そういった中でこのタブをですね、うまく差し込むのが結構難しいんですが、なんとかこんな感じですかね。一応上面の方が組み終わった感じです。さて次は尻尾は最後にしますんで、上下を組み合わせる感じですね。とその前にこの機銃の方のもう一個つけちゃいましょうか。これで手前の機銃の方がつきましたので、上下を合わせていきます。タブをですね、全部下向きに折り直します。見ればお分かりの通り本体ぐにゃぐにゃなんですよね。いわゆる骨組みみたいなものがないんで、かなりこう無理やり曲げて組んでいくイメージが強いですね。ここら辺はすごいな。全然合わない相変わらずこの上下の合わせって難しいですね。あと確実に締めてしまう前に尻尾だけつけちゃいましょうか。大まかに組み上がった感じですね。少しここら辺のタブを締め直して、これで一通り完成した感じですかね。例によって付属のマンダロリアンの紋章付きですねの台座がつきます。今回の台座はそれなりに役に立ってるみたいですね。最後にこちらの N1 スターファイターですね、墨入れの方をしていきたいと思います。塗料はこちらのミスターウェザリングカラーの方ですね。こういった細い筆で筋彫りの上にこれを流し込んでいくような感じですね。すでに流し込んであるので、こちらの薄め液ですね、こちらを使って多くついちゃったところをこすっていきます。やりすぎるとせっかく塗ったところが剥げちゃうんで、ほどほどに、なおかつこう少し汚れを表現するような落とし方ですね。そういった感じで少しずつこう伸ばしていくって言ったらいいのかな、広げていくような感じですよね。あまり汚しすぎるとせっかくの N1 スターファイターっぽさがなくなっちゃうんで、今回はかなり抑えめにウェザリングをしています。ほとんど墨入れだけに近いような感じですね。この間のファルコンなんかはちょっとやりすぎたかなと思ってるんですけどね。興味のある方はぜひご覧になってみてください。もともとこのメタラスってノンスケールで、統一感がちょっとないのは残念なんですけど、おかげでこの大きさがですね、そこそこ大きいものになってくるっていうのもあるんで、そういった点は悪くないかなという気がします。あとはコンスタントにスターウォーズのアイテムをどんどん出してってくれてるっていうのはすごく嬉しいんですよね。AT-AT のメタラースの新しいバージョンっていうのが実は出ていて、すでに手に入れているのですが、そのうち機会があったら作りたいと思っています。だいたいこんな感じで完成しましたと。
N1 スターファイターがマンダロリアンの中に出てきた時に、この銀色の機体がもうかなり特徴的で、プラモデルで出たらこれシルバーで塗装するの大変だなとか思ってたんだけど、逆にメタルアースで出ればもうぴったりかなと思ってました。で今回、メタルアースで出たんですが、やはりこの金属の光沢感というのはメタルアースならではですね。この先からお尻まで20センチぐらいありますので、結構ボリューム感を感じられるんじゃないですかね。なかなかプラスチックモデルで塗装してもここまでの光沢感っていうのは出せませんからね。そういう意味ではすごくメタルアースに合ったキットなのかなと思います。気になる方はメタルアースのサイトですね、海外のサイトなんですが、そちらにアクセスしてですね、ショップの方もそこから行けるんで、直接そこから買うのが一番安いかなという気がします。ただしこれでも5000円以上しちゃいますからね、なかなか高価なキットではあります。なおかつ自分の腕次第っていうところも大きいですからね。今後もメタルアースのキットの方は作り続けていきたいと思いますので、気になった方はですね、ぜひ他の動画も見てみてください。では今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いいたしましょう。